はい、皆さんこんにちは。日本語教師のゆかです。本日の動画は実用日本語です。実用日本語シリーズの動画では日本人同士の自然な会話表現が学べます。このシリーズももう35個目になりました。今までにいろいろな会話表現を紹介してきました。皆さんいくつ覚えていますか？今日は東京の懐石料理店で撮影した動画を使います。その時の様子についてはぜひこの Vlog をご覧ください。今日実用日本語シリーズの動画では3つの場面について見ていきます。店に入る、荷物を置く、店主と挨拶をするです。実際に料理を食べる前の段階の3つの会話を一緒に練習しましょう。それでは早速今日の練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズの動画を見たことがある方はこの部分は飛ばして直接練習を始めてください。最初に字幕がない動画を一度見ます。この時何もわからなくても大丈夫です。今日最後まで動画を見たら聞き取れる部分が確実に増えていきますので、最初に何もわからなくても心配しないでください。続いて私からキーワードを10個提示します。このキーワードを10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。その後重要な文法とか単語などについて私から解説をします。そして日本語の字幕がついた動画を見ます。最後にもう一度字幕がない動画を見ます。最初に字幕がない動画を見た時分かる単語が0だった人も、最後に字幕がない動画を見た時には必ず分かる単語が1つや2つあるはずです。今日約30分の間に自分が成長したということをぜひ実感してください。それでは早速始めましょう。まずは字幕がない動画を一度見ます。これは東京の懐石料理専門店で撮影しました。お店に入って荷物を置いて店主と挨拶をする3つの場面です。では早速見てみましょう。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いです。大丈夫大丈夫です。はい、お願いします。お荷物は後ろの荷物箱か、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものを置けますので。わかりました。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。はい、いかがでしたか？ではここで私から重要なキーワードを10個提示します。こちらです。いらっしゃいませ、早い、お荷物、後ろ、狭い、わかりました、店主、よろしくお願いします、もう一組、お待ちください。はい、それでは続いてこのキーワードを10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いです。大丈夫です。はい、お願いします。お荷物は後ろの荷物箱か、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものを置けますので。わかりました。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。はい、いかがでしたか？いらっしゃいませとかわかりましたなど何か聞いたことがある単語がありましたか？では重要な表現について私から解説をします。最初に私が店のドアを開けて入っていったら、お店の方たちがこのように言いました。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お客さんがお店に入ってきた時に、店員さんとか料理人とかそのお店の人たちは
客に対してね、挨拶をします。その挨拶がいらっしゃいませ、いらっしゃいです。いらっしゃいませは丁寧な表現、いらっしゃいは少しカジュアルな表現です。いらっしゃいませ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。そしてその後、私はお店の人に対してこのように言いました。すいません、ちょっと早いですけど大丈夫ですか？いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。はいはい、お願いします。実は私は予約時間のだいたい3分か5分前ぐらいにここに到着していました。予約より少し早かったので、もしかしたらお店の方の準備がまだ終わっていないかもしれないと心配してこのように言いました。すいません、ちょっと早いですけど大丈夫ですか？いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。はいはい、お願いします。この会話の中のちょっとというのは少しという意味です。ちょっとは少しカジュアルな印象を受ける表現です。ちょっと早いですけど大丈夫ですか？いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。ははいい、お願いします。ちょっとを使った例文としては、例えばこのようなものがあります。ちょっと疲れた。ちょっと待ってください。このように少しと同じように使えます。今回私はちょっと早いと言いました。すいません、ちょっと早いですけど大丈夫ですか？いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。ははいい、お願いします。それから早いというこの形容詞にも注目してください。ここではね、漢字に注目してほしいです。同じ早いという読み方で2つの漢字があります。右側の方の早いは時間が予定よりも少し前の段階だということ。例えば今回だったら8時に予約しているけど7時55分に到着したという時に、その予定の8時という時間より少し前の段階、それを早いと言いました。その時はこちらの漢字を使います。他にも例えばこのように使います。予定より早く仕事が終わりました。例えば予定では12月31日に終わるという予定だった。でもその1週間前にもう仕事が終わりました。それは予定より早いですね。その時期が少し前の段階です。そしてもう一つの漢字の方、左のこの漢字を使った早いというのは実際の速度、スピードの話です。例えば、彼は走るのが速い。このように同じ発音ですけど漢字によって、意味が違います。今回は予約の時間よりも少し前の時点段階という意味で早いと言いました。すいません、ちょっと早いですけど大丈夫ですか？いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。ははいい、お願いします。そして後半の部分、大丈夫。ここでの私の意味は、問題がないですか？いいですか？という意味です。すいません、ちょっと早いですけど大丈夫ですか？いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。ははいい、お願いします。そして店主がこのように言いました。ああ、全然大丈夫ですよ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。ははいい、お願いします。ここでの大丈夫も先ほど私が言った大丈夫ですかと同じ意味で問題ない、いいということです。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。すいません、ちょっと早いです。あ、全然大丈夫大丈夫です。ははいい、お願いします。そしてここで注目してほしいのは全然の使い方です。皆さんが教科書で習った文法としては、全然の後ろには否定の形をつけるですね。例えば全然わからない
とか全然知りませんというように何ない何ませんという形をつけると習ったと思います。でも実際の日本人の会話では全然の後ろに否定じゃない形をつけることが結構多いです。これは比較的新しい全然の使い方です。例えば今回のような全然大丈夫ですよ。これは全く問題がないです。完全にいいですということです。全然大丈夫ですよ。私の印象だと全然大丈夫、全然いいという表現はかなり幅広い世代に浸透してよく使われています。そうですね。なんとなく私の感覚ですが、60代以下の人はみんな使っているような印象です。全然大丈夫、全然いいというね。ただ他の言葉、例えば全然わかりますとか全然好きです、全然食べられますというこの言い方についてはある程度その年代は限定されているかもしれません。そうですね。多分40代30代以下かな、そういう人たちだったら特に抵抗なくこの新しい使い方を口に出して言うと思います。なので全然の後ろに否定の形をつけるというのは、最も基本的で最も多くの人が使っている形ですが、現実の日本人の会話では否定じゃない形をつけることもあります。今回もそうですよね。ああ、全然大丈夫ですよと店主が言いました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いですけど。あ、全然大丈夫です。ははいい、お願いします。そしてその後私はお願いしますと言いました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いですけど。あ、全然大丈夫です。ははいい、お願いします。ここで私がお願いしますと言った理由は、今日は私たちのためにお店の方たちが料理を準備してサービスをしてくれますね。なのでそのことに対してお願いします。今日はこれからの2時間よろしくお願いしますという意味でこのように言いました。お願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いですけど。あ、全然大丈夫です。ははいい、お願いします。そして続いて荷物に関する会話を見てみましょう。店主がこのように言いました。お荷物は後ろのお荷物かごか。お荷物は後ろの荷物かごこか。こ、はい。はい。狭いですが、ここにちょっとしたものを置けます。わかりました。お荷物は名詞の荷物の前に丁寧のをつけた形です。客の荷物に対して丁寧に表現したいと思ってお荷物と店主は言いました。お荷物は後ろのお荷物かごか。お荷物は後ろの荷物かごか。ここ、はい。はい。荷物を入れる、荷物を置く場所として大きく3つあります。一つは足元、地面に直接置いている箱とかカゴの中に入れる。それを今回の店主はお荷物かごと言いました。実際にそれはカゴでできているのでお荷物かごです。それからもう一つはそれぞれの席の下に小さい棚が作ってあってそこに荷物を置くというパターン。それから最後の一つはお店の方が預かってくれるというパターン。大きくねこの3つがありますね。今回訪れた店では最初の2つ、つまり地面に置いてあるカゴに入れるまたは下にある棚に置くというこの2つの選択肢がありました。店主は最初にカゴについて説明をしてくれました。お荷物は後ろのお荷物かごか。お荷物は後ろの荷物かごか。ここ、はい。はい。最後のかというのはまたはという意味です。お荷物は後ろのお荷物かごか。お荷物は後ろの荷物かごか。ここ、はい。はい。そしてそれを聞いて私はこのように言いました。ああ、ここ、はい。お荷物は後ろの荷物かごか。ここ、はい。はい。実際に私のそばにそのカゴがあったので、ここ
と言いました。もしこれが少し遠い場所にあるなら私はそこと言います。すごく離れている場合はあそこと言います。ここ、そこ、あそこです。ああ、ここ、はい。荷物は後ろの荷物かごか、はい。そして続いて店主はもう一つの選択肢、下にある棚について説明をしてくれました。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けますので、荷物は後ろの荷物かごか、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けます。わかりました。今回店主が話していたちょっとしたというのは量、内容、程度などが小さい、少ないという意味です。ちょっとしたものというのはそんなに大きくない荷物のことを指します。例えばハンドバッグとかマフラーとかそういうものだったらこの下に置けますという意味でちょっとしたものは置けますのでと言いました。荷物は後ろの荷物かごか、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けます。わかりました。ちょっとしたを使った例文はこちらです。料理中にちょっとした怪我をした。例えば料理をしていて包丁を使っている最中にここをねちょっと切ってしまいました。でもそれはそんな大きな傷ではない。すぐに血も止まったし多分3日ぐらいあれば、治りそうだというそういう場合にちょっとした怪我と言います。料理中にちょっとした怪我をした。それから2つ目、ちょっとしたプレゼントを買うのに便利な店。この場合のちょっとしたというのは値段がそこまで高くないとかそこまで大きくないものという意味です。例えば東京駅の改札を通った中のところにはいろいろなお店がありますね。新幹線の近くにあるお店とか、お弁当とかお菓子とかあとは雑貨なども売っていますね。そういう店で売っているものの値段はそんなに高くないです。数百円から、高くても1万円ぐらいまでのものがほとんどで、そして大きさもそんなに大きくないです。これから新幹線に乗る人がちょっとカバンにすぐに入れられるぐらいの大きさのものがほとんどです。そういうものをちょっとしたプレゼントだからちょっとしたものと言います。逆に例えば IKEA に行って大きいテーブルを買うとかそういうのはちょっとしたものではないですね。かなり大きい。値段は安いかもしれないけどそのもの自体がすごく大きい場合にはちょっとしたとは言いにくいです。また小さくても高いもの。例えば三木本とか田崎の真珠の指輪。あれは小さいですけど値段は決して安くないですよね。そういうものもちょっとしたとは言いにくいです。今回はその荷物の大きさについてちょっとしたものと言いました。狭いですがここにちょっとしたものは置けますので、荷物は後ろの荷物かごか、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けます。わかりました。そして続いて動詞の部分、置けます。これは動詞の置くの可能の形です。置くことができるという意味です。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けますので、荷物は後ろの荷物かごか、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けます。わかりました。そして私はこのように答えました。わかりました。荷物は後ろの荷物かごか、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けます。わかりました。これは理解した、了解した、OK ということです。わかりました。荷物は後ろの荷物かごか、はい。
狭いですが、ここにちょっとしたものを置けますので。わかりました。そして私たちが席に座った後、店主が挨拶をしてくれました。店主の田中と申します。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここでは申しますという部分に注目してください。申しますは言いますの謙譲語です。謙譲語というのは自分を下げることによって敬意を表す表現です。自分のことについて言うときに使います。店主の田中と申しますイコール店主の田中と言いますです。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介を丁寧にするときによく使われます。店主の田中と申します。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。例えば私が自己紹介するなら、日本語教師のゆかと申します。よろしくお願いします。ちなみにこうやって相手の名前を言われて聞き取れなかった場合、日本人の名字はたくさんの種類があるので、もしかしたら聞いたことがない特別な名字だった時にわからないこともありますよね。この時はいろいろな聞き方があります。もし自分が聞き取れたかもしれないけど自信がないという時には、例えばこのように言います。田村さんですか？こうやってちょっと自信がないけど合ってますか？っていう雰囲気で言います。田村さんですか？あともう一つの表現は、すみません、もう一度教えていただけますか？すみません、もう一度教えていただけますか？これもすごく丁寧な聞き返し方です。そしたら相手は、店主の田中と申しますともう一度自己紹介してくれます。教えていただけますかが長くて覚えられない場合は、もう一度お願いしますでも OK です。ただ、もう一度だけだとちょっと失礼な感じになるので、必ずお願いしますと付け加えてくださいね。もう一度教えていただけますか？もう一度お願いします。はい、今回私はバッチリ聞き取れたので、田中さんと言いました。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして続いて私はよろしくお願いしますと言いました。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして店主はお願いしますと答えました。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その後、店主が私たちにこのように言いました。もう一組お見えになりますので、もう少々お待ちください。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。ここは途中で私の声が入っているので、少し聞き取りづらいかもしれませんが、このように言っていました。もう一組お見えになりますので、もう少々お待ちください。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。この店は基本的にカウンターで食事をする設計になっていて、決まった時間に一斉にそのコースの料理が提供されます。例えば6時スタートだったら、そのお客さんは全員6時から料理を食べ始めます。特に小さいお店とかの場合はそういうルールを設けているところが多いと思います。今回も私たち以外に他のグループのお客さんが来るようで、そのお客さんはまだ到着していなかったので、すぐに料理の提供を始めない理由として店主はこのように説明してくれました。もう一組お見えになりますので、もう少々お待ちください。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。もう何々というこの部分に注目してください。ここでのもうは追加を表します。今すでに私たちがいて、そこに追加して
さらに一組という時にもう一組と言います。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。他にも例えばこのように使います。すみません。もう一度教えていただけますか？さっきの自己紹介の場面で、今一度自己紹介で名前を言いました。でも追加でさらに1回言ってほしいという時に、すみません。もう一度教えていただけますか？と言います。もう一度です。それからもう一つの例文。ビールをもう一杯ください。今ビールを飲みました。そして同じこのビールを追加したいという時に店員さんにこのように言います。ビールをもう一杯ください。このもうというのは追加を表します。もう一組お見えになりますので、もう少々お待ちください。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。そして続いてもうの後ろの部分、一組。これは一つのグループ、一つの団体という意味です。組というのは物とか人のあるまとまったその単位です。例えばあるお客さんのグループとか、それからセットとか、そういう意味で使われます。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。例えば遊園地の乗り物に乗る場面でスタッフの方がこのように言います。一組ずつご案内します。一組ずつというのはそのグループごとにという意味です。そして物の場合、例えば布団を一組準備してください。これはセットという意味で、例えば布団だったら下に敷く敷布団と上にかける掛け布団、これがセットになっているので、それを一組と言います。布団一組。布団を一組準備してください。今回の場合はお客さんのグループという意味で一組と言いました。もう一組お見えになりますので、もう少々お待ちください。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。そして続いて、お見えになるに注目してください。お見えになるは来るの尊敬語です。つまり、もう一組お見えになりますイコールもう一組来ますです。お見えになるは来るの尊敬語です。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。他にも例えばこのように使います。お客様がお見えになりました。お客様がお見えになりましたイコールお客様が来ましたです。これは尊敬語なので敬意を表したい相手の行動について使います。店に来るのはお客様の行動なのでお見えになると尊敬語を使いました。もう一組お見えになりますのでもう少々お待ちください。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。続いて少々という表現にも注目してください。少々は少しの丁寧な表現です。少し硬い印象を受けるかもしれません。少々イコール少し。なので、少々お待ちくださいイコール少しお待ちください。もっとカジュアルならちょっとお待ちくださいです。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。少々を使った例文。今回の問題は少々難しい。少々難しいイコール少し難しい。お好みで塩を少々かけてお召し上がりください。料理の食べ方の説明の時に使いますね。お好みで塩を少々かけてお召し上がりください。塩を少々かけて
イコール塩を少しかけて、今回店主は少々お待ちくださいと言いました。もう一組お見えになりますので、もう少々お待ちください。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。そして私はこの内容に対して理解した、分かったと思ったので、分かりました、はいと言いました。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。それでは続いて日本語の字幕がある動画を見てみましょう。今一つ一つの表現について勉強してきたので、分かる部分が増えていると思います。挑戦してみましょう。それではどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いです。あ、大丈夫です。はい、お願いします。お荷物は後ろのお荷物カゴか、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けますので。わかりました。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。では最後に字幕がない動画を見てみましょう。今日最初は何もわからなかった人も、今だったらわかる部分が一つ二つはあるはずです。必ず成長しているはずです。ぜひ試してみましょう。それではどうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すみません、ちょっと早いです。あ、大丈夫です。はい、お願いします。お荷物は後ろのお荷物カゴか、はい。狭いですが、ここにちょっとしたものは置けますので。わかりました。店主の田中と申します。田中さん。はい、田中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう一組お見えになりますので。わかりました。はい。はい、皆さんいかがでしたか？他にも料理を注文するときとか、料理の説明を受ける、お金を払うなど、いろんな場面の会話を紹介しているので、ぜひ他の動画もご覧ください。また今年の1月9日から私は新しい日本語のコミュニティを作りました。ことゆいサロンと言います。日本語を学ぶだけでなく、実際にたくさん使って、そして同じ趣味の人とつながることができます。日本語を勉強している、日本が好きな人が集まっている安心できるコミュニティですので、もし興味があればぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは本日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。